プロシアの歴史2、マルチン・ルターとアルブレヒト。マルチン・ルターというのは95の論題を発表し、それが原因でローマ教皇レオ10世にローマカソリックを破門にされた人物です。ルターの父親は神聖ローマ帝国内の鉱山で働いていました。鉱山の代表者のような人物だったようです。父が皇父でなかったとしても、ルター少年は鉱山の人たちの苦しい生活を目の当たりにしながら成長したのだと思います。命の保証さえない危険な仕事をしながらも食べることにさえ困窮する暮らし。かといって鉱山仕事以外に生計を求められない人たち。そこから逃れられない人々の厳しい現実を肌身に感じながら、ルター少年は成長したのだろうと想像します。成長したルター少年は神父になりました。ポーランド駐トニック戦争の頃、世の中の仕組みや理不尽や矛盾への理解の深まったルター神父の心にあったのはどんなことだったでしょうか。想像してみようと思います。神聖ローマ帝国内の鉱山を一手に取り仕切り、莫大な利益を独占するフッガー銀行、フッガー家とは何者なんだろう。そのフッガー家に鉱山の便宜を図る代わりに大金を用意させる神聖ローマ皇帝、オーストリア・ハプスブルク家とは何者なんだろう。フッガー家とハプスブルク家の背後で、権威や権力の差配を通じて最高権力者たらんとするローマ教皇とは何者なんだろう。これらの疑問への答えがルターの95の論題だったのではないでしょうか。今度はポーランド駐トニック戦争の頃のアルブレヒトにあった思いを想像してみようと思います。自分たちはキリスト教社会の秩序を守るためにキリストの戦士としてイスラム社会と戦ってきた。その自分たちが今はスウェーデンやポーランド、ロシアといった同じキリスト教の大国の狭間で存亡の危機に瀕している。神聖ローマ皇帝に仲裁を求めたとしても大きな助けは得られない。神聖ローマ皇帝にとって駐屯騎士団とは何であるのか。今度はローマ教皇に調停を求めたとしても大きな助けは得られない。ローマ教皇にとって駐屯騎士団とは何であるのか。この悩める駐屯騎士団総長アルブレヒトにアドバイスを与えたのがルターでした。最後にルターとアルブレヒトにあった共通の思いを想像してみようと思います。神聖ローマ皇帝への不満、ローマ教皇への不信、ローマ教皇を頂点としたローマカソリック社会、秩序、体制への疑問。これらの疑問への答えとして、ルターが与えたアドバイス。それは、アルブレヒトの叔父であるポーランド王。この叔父と甥の関係を利用して、ポーランド駐トニック戦争を終わらせる。戦争終結の代償として、駐屯騎士団はポーランドの管理下に入る。そして、駐屯騎士団はアルブレヒトを公爵としたホーヘンゾーレン家の世襲制の公国へと生まれ変わる。これらを実現するためにクラクフ条約が結ばれました。こうしてプロイセン公国は誕生しました。アルブレヒトにすれば、ローマカソリックを離れたとしても、キリスト教自体を離れる必要はありませんでした。駐屯騎士団を完全消滅させることなく、戦争を終結に導くことができました。これがアルブレヒトがルターのプロテスタントアドバイスを受け入れることができた理由だったと考えます。ではなぜ駐屯騎士団はこれほどの窮地に陥ってしまったのでしょうか。それについては次回考えてみようと思います。今回は存亡の危機にあった駐屯騎士団総長アルブレヒトにアドバイスを与えた人物、それはマルチン・ルターであった。そしてこのアドバイスの結果、プロイセン公国が生まれたというお話をしてみました。以上です。ありがとうございました。